皆さんこんにちは。富士スピードウェイから後半戦に入ったポルシェカレラカップジャパン第8戦の模様をお届けします。結果次第ではチャンピオンが決まってしまうクラスもある今回、注目するのはプロクラスから参戦する2人のドライバーです。フォーメーションラップ出ていいですよという合図になりますのでね、そこから1周をして、そして今のグリッドに戻ってきて15周の決勝ということになります。ぜひ配信をご覧の皆さんもここから一緒にお目当てのドライバーチーム応援してください。さあ、フォーメーションラップ開始1分前のボードがどうやら提示になったようです。今日はですね、本当に暑いコンディションの中で、先ほどのスーパー GT のね、予選の時にも52度ぐらいまで上がりましたけれども、現在は路面温度の方は45度ぐらいまで下がってきているようです。そして気温も30度、今手元の計測では切りました 29.8 度という気温、そして45度の路面温度というところですから、まだまだ暑い路面温度ではありますけれども、実はこのポルシェカレラカップジャパンは昨日の昼間の時間帯11時から予選が行われたんですね。ほぼその時と同じコンディションです。昨日は気温が31度、路面温度が46度というところだったんですけれども、そこからちょっと下がっている状況です。それと一つポイントになってくるのは、そのコンディションが同じぐらいがいいというのは、さあ今フォーメーションがスタートになりました。そのコンディションが同じぐらいがいいというのはですね、基本的に1大会のレース性を見ているところをポルシェが開くということなんですが、2大会2レースある場合は3セットタイヤが使えるんですね。そのうち予選で2セット基本的にドライバーたち使っていくんですけれども、その2セット使ってますと、伊藤黎明選手とかはその1セット目2セット目使ったタイヤ合計でも10周しかしてないんですね。つきまして後方、今グリーンフラッグになりました。レッドシグナルが1、2、3、4オールレッドから今ブラックアウトになりました。蹴り出しがいいのは伊藤黎明だ。さあ伊藤黎明がクレの動きを気にしてか、ちょっとイン側にマシンを振りました。そして TGR コーナーに向かっていく。そしてクレは逆にアウト側にマシンを振っていって TGR コーナー1コーナーホールショットを奪っていくのはどうやらポールポジションスタートのカーナンバー60伊藤黎明になっています。そして2番手が呉亮介、3番手が上村、そして4番手にヘンザンが上がりましたかね。5番手が3人ですが、ヘンザンもイン側、立ち上がりイン側、アウト側が佐藤なんですが、サイドバイサイド今4番あったのかなかったのか分かりませんでしたけれども、まだ今は止まってませんね。再スタートがどうやらできたようです。さあそしてプロアマからさあスタートリプレイが出ます。蹴り出し、元木選手の蹴り出しめちゃめちゃ良かったんですね。抜群のミートを見せたようです。そのスタートで、前にいるプロクラスのドライバーたちのラインがありますから、ちょっとそんなにね一気にポジションを上げられてないと思うんですが、これです。もう1回ご覧いただきます。そしてその反応に合わせ選手が今コントロールライン通過しまして、アマクラス7番手でコースには復帰しています。この隊列には復帰しています。さあそしてアマクラスもちょっと面白くなってきてますよ。88号車のタイガー・ウンに対して後ろから来ている緑の66号車バンクシー、今日のですねポールシッターなんですが、この距離感コントロールライン上ではコンマ31にあったんですが、これバンクシー選手のペースがですねコンマ1ぐらいいいんですね。それによりましてさあ入っていくかな。バンクシーがタイガー・ウンに並びかけていくんですけれども、順位は変わっているか。いや順位は変わっていない。ここは順位は変わらずですねいっています。 100R ですが右に左にマシンを振っていく。ここは 300R だった。 300R のところでは順位変わりませんでした。この白いマシンにリバリー、このポップなカラーリングになっているのがタイガー・ウン、後ろのグリーンのマシンがバンクシーです。その後ろ、さあそして今ダンロップのところで順位が変わりかけたんですが、順位変わりませんでした。13コーナーも変わらず、そしてその後ろからはプロアマの3番手グリーンのマシンの浜崎勝もついてきましたね。オーバーオールというところでいきますと、これ3台の争いの8番手争いということになって後半で周回ができているんですよね。そして2番手のクレイは42秒台というところですから、ちょっとそこに距離感があります。そして今プロアマのトップ争い、そしてアマクラスのトップを含む3台の争いですから、全体の6番手争いと全体の8番手争いが映し出されておりました。これは今全体の8番手争い、ヘンザンと佐藤と
今ワンバックになっちゃいそうです。かけたりするタイミングがねセクター3は多いので、さあそして8番手争いも熾烈になってきた。ここはアマのトップ争いに浜崎が加わっているという映像です。これどこ見てもちょっと面白いんですが、これ後ろの66号車のバンクシーが結構勢いありそうですね。さあそしてプロアマのトップも、そしてアマのトップも今これ最終のパナソニックオートモビルコーナーでは入れ替わりませんでしたから、武井はこれ TGR で飛び込めるかな。その前にプロクラスはコントロールライン通過して7周目の周回に入っていきます。そしてバトルをしている3番手争い、6番手争い、8番手争いもコントロールライン通過。さあプロアマのトップは TGR では変わらないと映しています。前にいるオレンジのウェックが戻ってきますから、富士に戻ってきますから、そのための走行前にここも今もどきには軍配が上がっているようですが、さあトップ5、9周完了、2桁10周目入っていきます。さらに伊藤黎明は2番手のクレに対してギャップを広げていく3秒670。プロアマのトップ争い、武井慎治がアウト側にマシンを振る。ただここはちょっとなってきたというか、ややこしくなってきたというか、今トップ争い武井選手にトップが変わりました。ここでコントロールライン上武井慎治が捉えたようです。トップに武井11周目の周回で上がっていきます。2番手元木になったんですが、その後ろがねくっついてきちゃってるんですよ。その後ろにここまでのレースでも実はプロアマクラスと同じで今あるようなこの状況。さあそして今映像で捉えているのはプロアマのトップ争いからのアマのトップ争いだ。さあここはタイガーウーとバンクシー、ギャップはコントロールライン上でコンマ379というギャップでした。このグリーンとブラックのマシンが2番手のバンクシー、前にいるのがアマクラスの今ポイントリーダー。さあタイガーウーにアウト側から仕掛けていこうとしてバンクシーなんですが、ちょっとここは当たりが足りませんでした。バンクシーは後ろからですね、浜崎選手クラス違うんですが来てますから、間に前のことだけ考えていると後ろから刺されちゃいますからね。そこも気にしていかなくてはいけないのがこの3台の真ん中にいるドライバーです。さあ映像が大きく捉えているこの66号車バンクシー、そしてその3台がダンロップコーナーを立ち上がっていきます。その3台のペースはほぼですかね。浜崎選手はちょっとこの週1つ前の週は早かったという表示になっています。そして全体のトップ伊藤黎明コントロールライン通過、13周完了、14周目に入っていきます。まだラストラップは41秒7、落ちません。強いドライバー、速いドライバーっていうのはいわゆるそのアベレージがいいっていうんですけれども、タイム持ってるとかね言うんですけど、なるべく同じラップで同じ周回同じように刻める、周回を長く刻める、そういうドライバー。そしてプロアマのトップが戻ってくるぞ。武井慎治がもう1勝上げて戻ってきそうな感じです。後ろの元木に対しては10メートルぐらいでしょうか、ギャップをつけました。プロアマもう1勝上げて武井慎治今シーズン6勝目。そしてタイガーウーも戻ってきました。タイガーウーのアマクラスもう1勝7勝目を挙げてきました。オーバーオール8番手池田選手、7番手ケンジ小林選手、全車がチェッカーになりました。さあということで映像の方、これバンクシー選手は最後ハーフスピンがあったんですね。ちょっともったいなかった。いい争いをね